2人でここの店をやってます。こんなややこしい高加水のパンばっかりやってますこれが石臼引きの生地です。うちとこは乳製品と卵不使用のパンを作ってるんで、奥さんが乳製品がダメで僕が卵が食べれないっていう、アレルギーになってしまったっていうことで、最初のうちはパンに入ってる分ぐらいやったら大丈夫やったんですけど、だんだんとパンに少しでも入ってたらもう体に反応が出るようになって、卵なしでも作れるパンをと思っていろいろ試行錯誤しながらやっぱ5年かかってやってたんですけど。朝のコーヒーを今から入れて飲みます。こんな感じの黒豆を真っ黒に焼いてしまったっていう。鹿肉を冷凍で持ってきてもらってるんですけど、塩コショウと前の日に一晩ローズマリーに粉つけてで寝かしてやるってやつですね。
でうちところのパンはもうバターを使ってないから、その代わりにこのココナッツオイルを使ってパンを焼いています。でこれココナッツオイルの特徴なんですけど、温度が下がるとすぐこうやって白くなって、白くなったらちょっとオーブンのところに入れといてあげると柔らかくなるんで。室温が23度以下とかになるとココナッツオイルがすぐ固まって白く固まってしまうから、少しオーブンで温めながらゆっくり混ぜてやるっていう、そのココナッツオイルの癖さえ分かってしまえばどれに使っても美味しくできます。これはこちらのこれはプレッツェルみたいな。そうですそうです。形はそうやけど、もうこれはもうこのまんま塩振って焼くだけで。プレッツェルっぽい感じ。ぽい感じですね。ぽいうんそんな感じ。でもプレッツェルじゃないしなって思って、名前はちかちゃんが全部考えてくれてるんやけど、ほとんどプレッツェルって言うっていう意味合いがあるみたいなことが書いてあって、でだから旧漢字で言うっていう字を使ってて、奥様と二人で。はい、もう2人でここの店をやってます。お店で接客をやってくれるのと、あとスープ作りは奥さんに全部任せてやってます。この店のレイアウトとかそういったものとか全部ちかちゃんですね。僕はひたすらパン作ってるだけで、方向性とか舵を切ってくれるのはちかちゃんかなって。ほんま好きなことしかやってないってこれも結構この真っ暗なとこから明るくなってくるところも好きで、でも夏場なんかやったらもう戸とか開けといたらものすごく気持ちよくて、こっち来て思ったのが、この建物のせいかもわからないけど酵母がすごく元気になる。湿気とかそういうのもうまく吸収してくれるのが、なんか酵母がすごく元気になって、あとパンの老化が、明らかに大阪でやってる時よりも日持ちするし、長くいけるっていう。やっぱこの空気が好きやな。うん、いいね。
ちょっと変わってきて明るくなってきて、もう時間とともに色もやし、その空気の味が変わるっていうか、その香りが変わるっていうか、それがまたすごく楽しい。朝がやってきたって感じですね。どんなのみたいな。これが昨日作ったのです。これに合う野菜を冷蔵庫見て何しようって毎日決めてから始める。玉ねぎにしようか。今日はこんな感じです。がやっぱり美味しいからが理由。美味しいし体に負担がないし、なんか食べててもちろん本当に元気になるし、だけどオーガニックやからって美味しくないものは絶対食べない。だからやっぱ体が喜ぶものは選択して選択し続けたからいいものが見た分かるようになってきた。なんかこれ美味しそうやなとか、これが土鍋、いい土鍋、忠作さんっていう方の土鍋なんですけど、お野菜焼くのでもすごく短時間で美味しくなるし、しっかり火が通る分多分濃厚になるっていう。でももう焼くだけなんですけど。それをこのオイルをココナッツオイル、有機のなんかこの釜がやっぱり万能で、そしてここから1時間ぐらいをめどに。毎朝すみません、お茶どうぞ。お二人です。これコスマですね。作ってる方の森田さんって方なんですけど、塩を入れて、はい。であと白米は白米で美味しいと思うんですけど、
でもこれに慣れてしまうと白米がちょっと物足らへん物足らんなってなってしまって、もう僕らはこればっかり食べてるっていう感じですね。だから私らね、うん食べるもんは全部エネルギーがないと嫌なんですよ。うんうん、なんかわからんけど体がニッとする、顔がニッとするような、もうそれそれががエネルギーやエネルギんな。ーっていうか、うんそういうこと僕らが言ってるのはそうそういうこいうことであって、と。うんうんうんちょっともう野菜が焼けてきてるからさっきスープそしたら今日はこんな感じで、あとは火にかけます。体調が優れなくて食べ物が食べれないって人がこのスープだけ食べれたわとかそういうことを言われると、ああやっぱりなんかもうやっててよかったなと思います。皆さんの血行が良くなり血が流れるようにっていう思いを入れてこれを作っている。だからそれを感じ取ってくれはる人がいてるってことですね。それがすごい最近嬉しい魔法のスープ、なんかスープ入れてる姿が魔女っぽいなとか言われてそうかと思って、魔女やったら魔法ってつけてもいいかと思ってつけたんです。黒豆のあんこですね。2種類作られてるんですか？はい。さくらんも作ってるんで、今の時期は3種類のあんこを作ってます。ココナッツオイルです。これが原爆って言われてるやつなんですけど、でこの原爆を中に放り込みます。で出てきたやつがこんな感じの
でこれではまだまだ粗いので、これをふるいにかけて、それを多い時で56回。その襖の部分をさっき言ってた煮込んだやつが、でこれをしっかり水分を飛ばして、ある程度なくなった状態で乾燥させて、でその出来上がったやつがこんな感じにして、なんか風味をよく香りを出す。襖だけでそんなもん30時間ぐらいでできると思う。ちょっと黒糖みたいな甘みもあるし、でもやっぱり体に負担がないんやと思うんですよ。普通のお砂糖ってやっぱり体を冷やしたりとかそういうのがあると思うんだけど、食べてて負担がない体に、もう私たちお年寄りなので体に負担のないものをなるべく取るっていうのを、これは小豆島のお醤油です。とりあえず白菜です。春菊くんは兵庫県の中司ファームさんっていうところで小麦粉も買わしてもらってるところで有機野菜作ってはるんですけど、私たちの周りには農家さんが本当に多くて、それもすごいこだわってる。私は思うにはもうちょっと変態が入ってる感じのものづくりの変態ですね。でも私はやっぱりそういう人たちがすごく好きで、はい、これから。ココナッツのちょっと甘くもなるし。裏は本当にちょっと。感じです。
やっぱり人間って食べれることが一番の楽しみであり幸せなんやろなっていうのにもう気づいちゃったから、そこはすごい大事にしています。はい。大体こんな感じですね。はい、私がこれでナイトさんがこれです。いっぱい食べる。いっぱい食べるんです。はい、いただきじゃあいただます。きます。あ、やっぱりちょっと細いか。あれや。こっちが太るから。朝の小豆がこんな感じになって、いい感じ。もうこのままちょっと置いといて、後で最後にでも炊きます。ここはもうね、まだ実際にあったからですけど、そう言ってるんですね。共同体が強くて、ちょっと薄くなって、ちょっと悲しく感じてますね。はい、降りて。はい、降りて。はい、またあっちご飯。はい。これはフェンネル、これがすごいいい香りがしてて、この香りがすごい好きで。これはランチの料理をしてます。リサ焼きとサンドイッチ、それにスープと
あと小鉢が少しついて定食のような感じになってます。大阪の時はもうパンを作るだけで、そういうことはやってなかったんですけど、こちらに来てからね、そのきっかけっていうのはやっぱりこの建物がすごい良かったっていうのがあって、実際パンを買ってパッと買えるよりも少しでもお客さんにゆったりとこの空間を味わってもらいたいなと思って、そういった理由で始めましたね。海原に餅で飲む角餅で終わりました。毎朝と夜も寝る前もやります。邪気とか体の悪いものをこれを読むことによってスッと抜いてもらえる気がするっていう、神様にありがとうっていう思いですかね。で前は食パンにしてたんですよ。だけど全然売れなくって石臼引きにしたら売れ出したんですよ。やっぱり言葉ってすごい意味があるのかなと思って。って感じ。これなんですけど、桜の塩漬けを上に乗せてて、中の生地も桜の塩漬けが入っていて、中の桜あんは兵庫県の白大豆のあんこなんですけど、あんまり一般的にこの白大豆が出回ってなくって、それを買わしてもらって主人が炊いてみたらめっちゃ美味しかって、そして私はあんこがすごく苦手なんだけど、この桜あんだけはもう毎日のように食べる。この石臼引きを決めた時に全部漢字でやりたいって
って思ったんですよね。まあこのパンは自分たちの中で配合とかが奇跡やなと思ったから奇跡ってつけたんですけど、まあ旧漢字を調べたらこの字やって、この字やなと思ったからつけたとか、まあこんな感じで。全部手書きですよね。手書きで、はい。水墨画の先生と出会って気持ちは入れてゆるく書いてはるんですよ。なんかそういうのいいなと思って。あ、これがね乗って落ちなかったらそれまでひたすら混ぜる。リサイ焼き、朝作ったホワイトソースが下に。4個か5個か。あ、小麦も一つとで。ずっと3人がカメラを持って撮ってくれる。ランチもやっています。はい。裏ぐるっと回ってもらって、はい。私でもちっちゃい時のパン屋さんで。3分ほど待っていただいたら用意できます。じゃそれもこちらもはいありがとうございます。串圧引き1枚お願いします。丹波グルメなんとかっていうワードで検索したんですね。唯一無二っていうようなワードでこう紹介されてたんで、それを見て今日はやってきました。
石薄引きを1枚っていうのがちかちゃんの背中に書いてる1枚200円ってやつがこれなんですよ。なかなかこのココナッツオイルってそれなりにお値段がするからなかなか買わないじゃないですか。でも食べてみたらすごい美味しいよっていうのが分かったら買ってもらえるやろなと思ってこの石薄引きのこのココナッツオイルをいっぱい塗ったやつを食べてもらう。でそれでお客さんが食パン買ってココナッツオイル塗って焼いて食べてもらったら嬉しいなと思ってこんな感じで。お待たせしました。ありがとうございます。あ、よろしいですか。なんか出した出せない熱くて。じゃあ食べながら帰ります。ぜひ熱々を。いただきます。どうもありがとう。また来ます。これはりょうさんのところの大切に育った平飼い卵です。餌からもうすごいこだわっててもう大事に育てて食べたらもうなんて体に優しくスーッと入るっていう。それは僕は食べたくて仕方ないけど今はちょっと我慢して大体僕あんこが好きやから自分であんこ炊くようになったぐらい。めっちゃそれは僕のうちあれ兵庫県丹波市の市島町から来てます。卵とあとうちで採れた野菜もち米とかもおろさせていただいてます。ナリトパンさんは訪れるだけの価値があるレストランだと思ってて食べた時に量はそこまで多くないはずなんですけど満たされる食事を提供してくださるお店だと思ってるので近くに来た時は寄らせていただいています。ありがとうございました。私はナリトパンさんの食材が好きでパンも買わせていただいたりしてるんですけどこの情報が溢れている世の中で本物っていうのを自分で見つけるのって本当難しいと思うんですね。でその中でナリトパンさんは自然栽培やってる私から見ても本物だと強く感じているので襖とかももちろん使われてパンを作られてるんですけど臭さを感じない。これはナリトさんが研究された結果だと思うんですけどこれは本当にすごいです。他の全粒粉のパンとかと比べていただくと違いがとても分かるのでぜひお召し上がりいただけたらなと思います。ナリトパンさんは本物だと思いますのでぜひ遊びに来てください。パン美味しい？美味しい。美味しい？お父さんフォークとナイフくれる？いっちゃんはなほんまに
いろんな地元の食材も野菜も使ってくれてはるからそれが一番いいかな。スープが美味しい。スープが美味しい。ものすごく美味しい。最高です。めっちゃいいです。すごく美味しいです。ね。ジビエみたいで味がするのかなと思ったら全然しなくて、で噛み応えもしっかりしててすごく美味しかったです。下のトーストもすごいサクサクしてて、でクリームもちょっと滑らかで甘みがあったので初めて味わった食感でしたね。見た目も楽しんで味も初めてで大満足です。いつもね、食パンのようなね、この薄いこちら硬そうに見えてサクッとした感じなんだけれど、とろっとさっとなんか溶けちゃう感じ。でもここのパンは確かに味がちゃうわ、ちょっと硬かったらもう耳はね残してもらったり、ここのやつはみんな食べれるからな本当にどこに行ってもないパンですね。パンも好きです。だからそうです。食パンをね薄く切っていただいて、お家でオリーブオイルつけて食べます。全粒粉だから体にいいんですよ。噛めば味があるんですよね。いやもうとってもね濃厚で美味しいんです。非常に体の調子がね良くない時はやっぱりねいいもの食べたいっていう感じがしますからね。また来てください。ありがとうございます。また来てください。ありがとうございます。自分のパンはすごい幸せそうに。大好きやね、自分のパンが自分が作ったパンが一番好きやね。工房は何工房？これはレーズンの工房です。今作ってるのは。で今ちょっと試行してるのが麦を発酵させて液種で酵母を作ってみようかなと思って、でそれがうまくいけばこのレーズンじゃなくもう国産の麦だけでいけるなと思って。やっぱり輸入物ってどうしても入りにくくなったり今してて、でそうなった時にやっぱりこのレーズンっていうのはすごい使いやすくていいねんけど、何でも使えるようになっといた方がいいなと思って、麦を使って発酵させて自分の気に入った味にできたらいいなと思って。今から石臼引きをミキサーで回していきます。これは、有機砂糖、ブラジル産の有機砂糖。これがフスマですね。
れをよく混ぜる。ここでよく混ぜといてやるとココナッツオイルが塊にきれいに生地に混ざっていくから、これが石臼でひいた粉ですね。これがふすまも混ざってるんですけど、こちらは先ほどのとは違う。あれをブレンダーで潰したやつがこれです。ちょこっとパンの膨らまそうと思ったら、ある程度グルテンっていうのを強く作っておいてあげないと伸びないから、最後にふすまとかあの辺をきれいに混ぜてやるっていう風な感じ。ふすまは、グルテンは入っていなくて、だからそれをどうしても邪魔してしまうから、邪魔ではないんやろうけど、そういう性質やから。すごいいい感じ。なんかね、これいいでしょう。これ僕、好きなんですよ。これが揚げた時にいつもこれをこういう風にするんですけど、よく言われるのはなんでそうなんのとかってなんでそんなことすんのとかも言われたりするんですけど、好きで勝手にやってるだけっていうか、なんかこれが気持ちええやんってなんか気持ちええなって思うから。こちら来てから、最初の頃に始めた。そう作り始めてはいたけど、全然失敗ばっかりやって、もともと全粒粉っていうのがなかなか膨らみにくいっていうパンでやって、だから卵とかバターとか、でそういった乳製品を使ってパンを作ってたんですけど、でも僕が卵アレルギーになったっていうのと、奥さんの方が乳製品のアレルギーがひどくなって、でもそれでもうちょっとやめようかっていうことになって。4年半ぐらいまでずっと乳製品卵を入れた石臼びきを作り続けてて、そして乳製品卵なしを変えたのがちょうど去年の6月にできたんです。大納言。ありがとうございます。またよろしくお願いします。
大阪でパンを作ってる時は天然酵母と国産小麦っていうのでパンを作ってまして、もう最初の3年は本当にお客さんが来なくて、もうその時代って言ったらほとんど天然酵母っていうのが硬いカチカチのパンだったんですよね、そして主人が作ったのは柔らかい天然酵母のパンだったんですね。そしたら買いに来たお客さんがこんなん天然酵母ちゃうって言われて、結構風当たりがきつかったんですけど、天然酵母でももう触った感じとかもどっちかって言ったらこっちの方がふわっとしてるやんっていう、でそうなってくると何が天然酵母なんていろいろ言われながら3年間過ごしたんですけど、で3年ぐらい経った時に取材を受けてそこで載せてもらったら、そっからですね、ほんまに天然酵母やったんやっていうことで、取材された後っていうのはもうやっぱすごかったですか？もうすごかったですね。もう右肩上がりで、でもほんまによくよく考えると2人でやりだした時はもう異常になってたのかなって。ほんまに寝る時間もね、いっぱい作っていっぱい売って、心は満たされずなんかクタクタで忙しかったね、もう子育ても結構ちっちゃいかったからね、下の子はまだ幼稚園とか、そうお店終わったら近くの百貨店に食べるものを買いに行って、そんなんで結局外食になって普通にもコンビニ行って食べてたし、タバコも吸ってた、お金は入るけどなんか違うなっていうのにもう気づいちゃったから、もうこっち来てからはこの自分たちのやりたいことをやろうって決めてこっちに来たっていう。普段あるものじゃないものを主人は作るので、理解してもらうのが時間がいつもかかるね。前は3年かかって今回は多分5年はかかってでもまあそれが主人の作るものなんやろうなと思って、もうすごく私は好きなものなので応援してるし大事に思っています。体にものっていうのは意識してるかな。それよりもやっぱり自分たちが食べて美味しいっていうのが一番のあれであって、美味しいものばっかりを揃えていくとこうなったっていうのが、健康かどうかっていうのは人それぞれやと思うんですけど、いいものを取り入れるよりも悪いものを排除する方が健康にはなりやすいっていうふうに思ってるから、食べた人の血になり骨になり肉になるっていうことを意識しながら作ってると、やっぱり良くないものっていうのは使いたくないなっていうことで、こういういいものだけを取り揃えて作っていくっていうことを心がけてるだけで、これを食べたら病気にならないとか健康になるとかそういう考えではやってないですね。そういうことって都会では全然思わなかったけど、自然がそうさせてくれるのか、食べることがやっぱり幸せに思っている、そういう気持ちにさせてくれたのもこの土地だし、本当にちょっとの些細なことをすごく幸せに感じる、喜びに感じることがこの年になってやっとできるようになったのは嬉しいことやね。そういう癒しの場所であったらいいんかなと思う、ゆっくりしてもう本当にみんな世話しない時間を過ごしてる方も多いじゃないですか、特に都会は。でもやっぱり時間ってゆっくり過ごすのもすごく大事やなと思っていて、そういう場所に提供できたらここは生かされるんちゃうかなと思っています。ゆっくりしてもらえるっていう場所でありたいなと思います。お客様にもっと知ってもらいたい。はい、知ってもらいたいです。やっぱり主人のパンを食べてもらいたい、それはあります。やっぱり美味しいって思ってもらえるだけでいいです。美味しいことが多分幸せやと思うんで、心から食べた時に美味しいっていう言葉があればそれでいいっていうか、そこも人それぞれ違うと思うけど、やっぱりそこには絶対感謝があると思うんで、そういう未来の方が絶対いいなと思います。いい未来になる。
皆さん食べに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
最初料理が好きで板前さんなんで、あとはなんか工場働いたりしばらく旅してたりパン屋さんで働いてみんかって言われて、そっからですね。朝起きるのも苦手やったのにやるとできるもん。同じようにノートに書いてたんですよね、娘が幼稚園の時に。いや、こっちやるわ。いや、メロンパン今まで子供食べなかったんですっておっしゃる方がペロッと食べましたって言ってくださったり、あとこの変わり種のクリームチーズが入ったメロンパンなんですけど、これもうなんか一回食べた方は癖になってこればっかり買う方とか、はい。
ープン当初からずっとなので、2017年だったので5年半ぐらいになりますね。はい。なんかそうやって自分にできることみたいな感じで、多分娘が受け取ってるのか必ず学校行く前にそれを書いて出かけていきますね。で下の子も土日は書いてくれてて、まだお姉ちゃんには及ばずですけど、でも頑張って書いてくれててはい、食パン2つ。はい。なんかあれみたいやで、だけど身内がこんな大丈夫かな。大丈夫。はい、ありがとうございます。はい。3656円です。はい、勉強して。中学生やからね。そうやね。頑張ります。今年もよろしくお願いします。ありがとうございます。こちらのお店、そうですね。週に2回ぐらい。お気に入りのパンとか息子がカレーパンとか好きなので、それをよく買います。食パンは常に買ってますけど、カレーパンとかあんパンとかいつもね笑顔でね応対しているのでね、なんかすごい心が和むしいいと思いますよ。めっちゃタイミングいい日に来てくれた。いや、ほんまにはい、ありがとうございます。袋お持ちですか？ありがとう。それ持って宣伝してください。後ろ全部止めてないので、はい、気をつけて持って行ってください。はい、いってらっしゃい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よく来られるんですか、こちらのお店。2回目で買って帰ったマドレーヌ親が気に入ったんであとちょっと同級生高校の時ので仕事の行きしにちょっと寄れるかなと思って、チーズのデニッシュとかメロンパン、なんかクリームチーズ入ってる。
あそこに飾る？真ん中に貼ろうか。これいい？みーちゃんする？自分で。ローズマリーですね。うん。幸せ。ありがとうございます。そうですよね。いらっしゃいませ。おはようございます。美味しそう。乗り切らへんわもう。これななおちゃんこれ。これ使全部一緒でいいです。はい。食パンですね。はい。5枚切りですね。お待たせしました。2478円です。はい、お待たせしました。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。バイビー。ありがとうございます。いつも買うパンとか。これはるちゃんの肉まんパンだよって。何が入ってるんですか？肉まんの具が入ったパン。お気に入りなんですね。はるちゃん大好き。大好きだね。アーモンドデニッシュも美味しいし、クリームパン。あ、クリームパン好きです。カスタードが絶品なんで。はい。全部美味しい。全部美味しいです。お母さんとかがご来店された時に手つながれてパン選ばれるんですけど、お母さんもそれで大変じゃないですか。なので子供さんここで遊んでもらってて、その間にお母さんがパン選べるように自分たちの店を持つってなった時に、やっぱりお父さんお母さんに買い物してもらいやすい
空間になれたらいいなっていうので設計士さんと相談してこういう場所を作ってもらいました。よいしょ。アンパンはよし、1269円です。緊張する。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はどういった商品買われたんですか？今日は焼きたてのフォカッチャとメロンパン。お気に入りのパンとか。お気に入りのパン。メロンパン大好きです。メロンパンは誰のお気に入りなんですか？これは僕のです。こちらのお店の特徴とか魅力とかって魅力だらけやな。美味しい、パンが美味しい。はい。看板が可愛い。確かに看板可愛いですよね。ありがとうございます。すみません、お忙しいところありがとうございます。今日はありがとうございました。ご協力いただいて。ありがとうございます。こちらのお店のお名前の由来っていうのはどういったことでつけられたんですか？ニコニコ仕事していたいっていうのと、お客さんに笑顔になってもらいたいっていう。娘さんたちもすごいお店思いで。そうですよね。なんかそれが一番嬉しくって、なんか父親が働く姿ってね、なかなか見れない子の方が多いじゃないですか。でもやっぱりなんかこうやって頑張ってる姿とか、お客さんがそうやってね喜んでくださってる姿を子供たちがこう目の前で見れるっていうのがなんか私としてはすごい嬉しくって、娘もなんかまなちゃんとこのパンめっちゃ美味しいなみたいなことをね学校とかで言われたりすると、なんかめっちゃ自慢に感じてくれてるみたいなんで、なんかそういうのもなんかやっぱりお店を家でやってよかったなって思える理由の一つですね。年明けということで何か今年の抱負とかあったりするんですかね？毎年変わらず自分なりの新しいものを出していけたらなとは思ってますけどね。あとはお店に来てくださってパンを食べていただけるのもありがたいんですけど、なんかちょっとお店から飛び出していろんな方にもっとニコのパンを食べていただけるような何かできたらいいなって思ってます。おすすめの何かパンとかあったりするんですか？おすすめっていうか僕が自慢持って作ってるのが食パンなんで、皆さんの好みのものを見つけてもらえたらと思います。ありがとうございます。ちょっとどうぞ。見て。ちょっとどうぞ。
お願いします。1522円です。ございます。自分で作った野菜とパンがあればこの上ない安心安全なベーカリーカフェができるじゃんっていうところがスタートだった。こんなややこしい高加水のパンばっかり焼いてます
5年前までは普通のサラリーマンでした。パン屋さんで働いてたっていう経歴はないです。妻と結婚して家を建てた時に、庭があって、でその庭でいろんな野菜をね作る趣味に目覚めてしまって、それと同時にオーブンレンジを買いに行った時に、そのオーブンレンジに入ってたクッキングブックにパンが焼けますよっていうレシピが書いてあったんで、一回やってみようと思って、で焼いたそのバターロールが美味しかったんだけど、なんかすごい形が悪いバターロールだったんで、次こそはちょっと綺麗なバターロールを焼こうっていうところが入ったスイッチですね。
我流でこうネットとか本とかを読み漁ったりとか調べたりしてパンを焼くことをずっと繰り返してたんだけど、そこまでパンに夢中なんだったらちゃんとした人に習った方がいいよって言われて紹介してくれたのが村田シェフだったんですよ。私がちょうどそのフランス・パリから、修行してきてパン教室っていうのをやってたので、そこで門を叩いて、そこが村田シェフとの出会いの始まりでしたね。そうこうしててその畑をやってる最中に、将来自分で作った野菜とパンがあればこの上ない安心安全なベーカリーカフェができるじゃんっていうところが漠然なスタートだったところから来たような感じですね。パンに入れます。で移転前はやっぱり長谷谷っていう場所でねやっぱりやってたんで、そこをないがしろにっていうのはできないですよねやっぱり。それは長谷谷で生まれたものなんでね。もともと長谷谷のお店っていうのは自分一人でレジもやれば自分一人でパンも焼いて全部自分一人で回していこうと思ってて、で、人件費がかからなければなんとかやっていけるだろうっていう、甘い考え方を持ってて、いざ開業しようってなった時にはもう緊急事態宣言が出ててコロナの真っ最中だったんですね。それがその時も私シェフにも相談したんですよね。こんな緊急事態宣言の中で開業するのはどうかっていう、村田シェフはいいタイミングだと思うよって言われたんですよね。コロナの環境でやっておけばどんなことが起きてもまず対応できるだろうという、それでもうコロナ禍だったけど開業する決心をしてやったわけなんですけど、コロナ禍の開業だったにもかかわらずいろんな人の口コミでたくさんのお客様が来ていただいたりとか、イベント出店すれば本当に大行列ができるようなありがたいような状況が起きたものの一人では回せなくなっちゃったんですよね。もうちょっと便利なところに移転したいなって思ってたし、もともと僕はそのベーカリーカフェをやりたいっていうのがもともとの目標というかだったんで、やっぱりもう移転っていうのがどうしても現実的になっていた時にここの物件が調べてたら出てたんですよね。パン屋じゃなくてベーカリーカフェが自分の目指すべきところやなっていうところで
まあそこに向かったわけなんですけどね。これは高加水フォカッチョです。加水量130%、粉が 100g に対し水が 130g 入って水の方が多い。ゆるすぎてね、制限ができないんですけど、ドンピシャこんなややこしい高加水のパンばっかり焼いてます扱いにくいのにねまずはまあ国産小麦っていうところをまあ使ってるのにはやっぱり国内自給率を上げるっていうことで国産小麦を使ってるっていうことと、最大のやっぱこだわりやっぱ水ですね。しっかり安心安全な水が出るように塩素がねある程度含まれてるわけなんですよ、日本の水っていうのは。それは、雑菌が増えないようにするためのものなんですね。だから安心安全な水が出てるんですけど、パン生地にとってはパン酵母が入っています。これ菌なんですよ。で、塩素が菌を阻害してるんであれば、パン酵母のその成長の邪魔をしているって僕は思ってるわけなんですね。だから本当に医療用にも使われるような浄水器を使って、その水を全てのパンに使ってます。高加水パンがやっぱ多いんですよね。なのでもう国産小麦と安心安全な水、そして世界一美味しいオリーブオイルでパンを作ればそら美味しいに決まってますよね。
これ正規の入れ方じゃなくてお客さんが買って帰るドリップバッグなんで、こんな風に持って帰って、うちのオリジナルコーヒーをこんな風にご家庭で飲んでいただけます。明日からめちゃめちゃ寒なるらしいですね。みたいですね。この時間に飲むコーヒーって最高にうまいですね。そうですね。めっちゃうまい。
はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。パセタにお越しに一番最初にみーちゃん、これ私。はい、ありがとうございます。間違えてるわ。なんだ？高熱車。はい、クリームパンね。はい、いいかな。はい、あります。起きようとします。書いていただけるような、接客と
週明けからだいぶ寒波が来る、今日ぐらいから来る言ってるんで、多分手分けしてやる数なんとかなると思います。はい、では今日も一日頑張りましょう。お願いしお願いします。買い出し行ってきます。買い出しに。はい。失礼いたします。お待たせいたしました。これパンショコラ。オープンしますみたいなの書いてたからどんなんかなと思って。次じゃあ誘われて。誘われて言って。前についてる初めて来られたということでしたけど。美味しかったです。美味しかった。青さとチーズと青さの香りがして美味しかったです。なんかおばあちゃん家の感じがすごいありました。あったかい感じ。落ち着く感じの雰囲気やなって思いました。コンセプトは和と仏の融合って言って、日本の和と仏はフランスですね。純和風のお屋敷の中でフランスを意識したパンの品揃えが楽しめるお店っていうところをコンセプトにします。だからうちは基本的には今まで菓子パンも作ってなければ惣菜パンも今はもう作ってないです。はい、それはなぜかっていうと、これはもう僕のおせっかいかもしれないですけど、やっぱりハードパンって咀嚼すれば咀嚼した分だけ満腹中枢が働くじゃないですか。だから顎の筋肉も鍛えられるし、小麦の味もしっかり噛みしめられるから、だから僕はハードパンにこだわってて、ハードパンを1個ゆっくり食べるのと菓子パンをね2個3個早く食べるのとでは
満腹中枢の働くタイミングってほぼ一緒なんですよね。その間に摂取しているカロリーっていうのはどっちかいうと菓子パンの方が多いですよね。でどっちが安心安全で健康的なパンかって言えば僕はハードパンだと思ってるので、なのでもうこっちに移転してからはいっそのこともそれは作らないでおこうっていうように思ってそういうふうに決めました。嬉しい。ケツとかね。そうね。コーヒーね。パンオショコラ。で、こっちとこっち1個ずつ。はい。パンオショコラがお一つ、クロワッサンフランボワーズがお一つ、以上5点です。いつもありがとうございます。お待たせしました。ありがとうございました。ありがとうございます。アーモンドクリームサンド。アーモンドクリームサンド。今何個ありがとうございます。お気をつけて。もう一番好きな食パンをいつも買いたくて行かしてもらってるんですよ。食パンだけでも何も塗らんでも美味しいし、焼かずにこのままスライスしてそのままで食べてるんです。それがもうめっちゃ好きで、学校の近くに私も店してて、その時にご挨拶来てくださって、で私もまだ来て1年ぐらいだったのでお話しさせてもらっていくうちにすごい素敵な人柄の方で、その時にクラウドファンディングも知って、少しながらでも応援できたらなと思って、そこから仲良くさせてもらっております。オウゴの竹を使ったカゴとかを売ってるんですけど、そのカゴを使ってくださってインテリアとかお店に使っていただいてます。お互い支えになればいいなとは思います。その地域のコミュニティをこう担う場所であるっていうことがこの物件の決まり事なので、今のところそこがあまり機能しない部分もあるので、今後は大御町のお野菜とか果物とかそういったものを積極的に活用させていただきたいなと思ってるんですけど、まだその農家さんとの接点がねまだ短いというか浅いというかいうところなんで、これからがまあそこの課題かなと思いますし。はい、かしこまりました。仕事でここ通るので、はい、時々おすすめ、私はハード食パンが、はい、もう毎回そうですね。朝食べるのにちょうど。
タチオフロマージュですね。のりちゃん一押し。一押しです。めちゃめちゃ美味しいです。自分の働いてるところの人が一番美味しいって言ってくれるのが一番嬉しいよね。ね。ランチセット。はい、こちらですね。はい、バケットサンド。はい、こちらでお召し上がりですか。はい。はい、あとパンスイス。はい、パンスイスが一つ。次どうぞ。あ、持ってた。お店の魅力っていうのはやっぱり落ち着いた雰囲気の中で安全安心なパンを美味しいものを食べていただけるっていうのが魅力じゃないかなと思います。私はもう前の店舗からのシェフのパンのファンでこちらに勤めさせてもらってます。シェフのこだわりがすごい伝わってもうたくさんの方に知っていただきたいっていうのがすごいあります。はい、私はいろんなことを聞かさせてもらってすっごい勉強になってここで働くのすごい楽しくていつもそうなんです。来るのが楽しくて働きに来てるというより楽しみにしてるはい、たくさん勉強させていただいてみたい。本当にスタッフに囲まれてね、あなたは幸せ者よ。脱サラでこうやってパン屋さんになられて
苦労っていったところとかはあったんですか？多分この動画を見るパン屋さんとかパン職人さんから言わせたら、多分僕がやってることって何やっとんねん、こんなことしとったらあかんやろって言われるようなこともやってるかもしれないんですよね。でもそれは僕はそこを評価するのってお客様だと思ってるんで、お客様が美味しい、ここのパン美味しいよねって言われれば僕はそれで正解だと思ってるんで、別にそこに対して苦労というよりかは自分の納得のいく製法でやってきただけのことで、ただそのためにはいろんな講習会に行ったりとか、それこそ村田シェフに教えてもらった技術とかが礎としてあってのことですけどもね。